今日は世界で広く食べられているフレンチトースト。カチカチに硬くなってしまったパンでも牛乳と卵を混ぜた液に漬け込むことでしっとり柔らかく食べられる、朝食でもデザートとしてでも人気のあるレシピですね。国によって様々な作り方があるようですが、今日は半世紀以上前の日本で食べられていたレシピをご紹介いたしましょう。はい、今日は簡単に朝食フレンチトーストを作っていきたいと思います。バゲットですね。フランスパンがいいんですが、どうでしょう。これ切ってみないとどんなパンなのか。割とフランスパンに近いですね。こんな感じで切っていきます。これはフランスパンに近い。結構パラグアイで同じようなバゲットを売ってるんですけど、中が詰まってしまってるんですね。フランスパンはもうちょっとこういう中に空気がこう入ってる感じなんですけど、でもっと硬いんですよ、本当はね。古くなって乾燥して硬くなったのでもいいです。フレンチトーストにすると柔らかくなりますね。分量大体なんですけど、今日はレシピのためにちょっと測ってみます。砂糖入れます。牛乳、卵、これ混ぜます。よく混ぜなくていいです。だいたい白身の偏りがなくなってきたらこんなもので、これをつけていきます。でしばらく時間を置きます。好みでバニラエッセンスを入れてもいいですね。入れなくても大丈夫です。たっぷり染み込ませて裏返します。バターを敷いて、まだちょっと火が強いですね。少しはこのフレンチトーストも私が子供の頃我が家でよく作ってもらって食べた思い出の朝食です。普段はそのままただ焼いただけの食パンにバターを塗ってミルクティーに浸しながら食べるというのが定番の朝食でしたが、たまにこのフレンチトーストを作ってもらうと嬉しかったですね。溶液が足りなくなったら牛乳や卵を追加してください。レシピでは砂糖を入れましたが、後で甘いジャムや蜂蜜とか塗れば良いので特に入れなくても大丈夫です。バニラエッセンスもなければ大丈夫。他にシナモンやナツメグなどを混ぜても美味しいです。煮たものとしては牛乳に砂糖を加えた液を染み込ませたパンに溶き卵を絡めてオリーブオイルで揚げ、シナモンシュガーをまぶしたトリハスという菓子がスペインにありますね。パンはフランスパンでなくても食パンやどんなパンでも大丈夫です。アメリカではハッラーというユダヤ教徒のパンで作るフレンチトーストが人気あるようです。はい、いい感じですね。
実はフランスパンが日本に広まったのはニューカレドニア出身のベルナール・ツツイさんという方の功績によります。ベルナールさんはマトンカレーの動画でお話ししたフランス人シェフクレマンさんの通訳として一緒に我が家にホームステイし、私の父を手伝ってくれていました。写真はクレマンさんがブッシュドノエルを作っているところ、向かって左横に通訳のベルナールさん、そしてそのさらに左一番奥にいるのがマナ料理学校校長平田武一、私の父です。ちなみにブッシュドノエルもこの写真のマナ料理学校の講習会の時、日本各地から職人さんたちが集まってレシピを習い、日本に広まっていきました。私は習ったことも作ったこともないのですが、クリスマスには挑戦して動画を作ってみたいですね。失敗するかもしれませんけど。さて、兄から聞きましたが、朝食はクレマンさんとベルナールさん、当時まだ日本にフランスパンがなかったので、その代わりにトーストした食パンを半熟目玉焼きの黄身につけて食べておられたということです。その後、1969年にベルナールさんは神戸のドンクと日仏商事という合弁会社を作られ、フランスから専用の機械や原材料を輸入して本格的フランスパンが作られるようになり、硬くて美味しい食感のパンが日本に広まっていったというわけです。父はブッシュドノエルにフランスパン、日本の食文化の多様化にマナ料理学校を通して直接的にも間接的にも偉大な貢献をしたことになります。その他にも父はアイデアマンで、エプロンに小さなポケットをいっぱいつけてさまざまな香辛料を身につけテレビに出たり、日本製のマヨネーズが星型になって出てくるのはケーキ作りの時のクリームの絞り袋の口金をマヨネーズにも使えるのではないかと提案したのがきっかけとなりました。新しくレストランが出店する時などアドバイザーとしてさまざまなアイデアレシピを提案して、それが定着してきましたが、その話はまたいつかいたしましょう。もういい感じですね。いい感じですね。はい、フレンチトーストの完成です。お好みでピーナッツバターやジャム、クリームチーズなどを塗ってお召し上がりください。